音楽をやっていこうと思うとすごい難しい部分があって、意外と甘えん坊だし、なんだろう怒られてたから挑戦してみようかなって思いました三坂咲です。22歳です。大阪出身、歌ってます。もともとずっと小学校4年生ぐらいからライブしてるので、それも含めると、10年くらいずっとソロで活動してきて、超リアルなこと言うと、やっぱソロ女性アーティストで今の時代買っていこうというか音楽をやっていこうと思うと、やっぱすごい難しい部分があって、そういう時になんかいつもやばいもう22歳だみたいな風に思ってたんですけど、いやまだ22歳だなと思って他の新しい音楽だけど他の新しいこと挑戦するとしたら、やっぱりちょっとダンスもやってたし、ガールズグループだったら自分のことも生かしつつソロではいけない、ステージだったり景色だったりが見れるんじゃないかなと思って、そのタイミングでりんねちゃんがストーリーが投稿にこのブラック&ホワイトの上げてたので、挑戦してみようかなって思いました変化はあったと思います。自分のワンマンではダンスしてたけど、小学生ぶりにダンスも習ってるし、今回のオーディションのメンバーだと歌をやってきましたっていう子よりダンスをやってきましたっていう子の方が多かったりもするので、ダンスの部分はまだまだだなと思ったり、逆に歌の部分だと教えてくださいって言ってもらうことが多いので、教えてるうちに自分もこれ忘れてたなとか、自分も昔こういう歌い方してたなとか、そういうのに気づけて、なんか自分自身も成長できてるなというふうに思います。もともと父が昔高校生か大学生ぐらいの時にバンドのボーカルやってたりとか、なんかお母さんもすごいピアノめっちゃ上手だったりっていうのもあって、結構車の中でちっちゃい頃から曲が流れてたり、家の中でもテレビより音楽が流れてたりみたいな、そういう環境で育ったんですけど、すごい歌が大好きな子でした。で、小学生の時になんか放課後にやる部活みたいなのがあって、それでダンスを選んだんですよ。で、そこのダンスの先生が上のクラスに行きたいんだったら別のスクールがあるからそっちに行っておいでって言ってもらって、せっかくダンスも楽しいし行ってみようと思ったら、そこがダンス&ボーカルスクールで歌もやったら半額になるよって言われたので歌を始めましたで、なんかそこの、スクールで、なんか全国にあるスクールなんですけど、全校生徒が受けるコンテストみたいなので歌始めて3ヶ月ぐらいの時だったんですけど優勝して、あれもしかして歌の方が向いてるのかもしれないと思って音楽を始めたのがきっかけですねえ、もういっぱいあるな。なんだろうな、やっぱピックアップするならコロナかなって感じですかね。中学3年生の時に音楽チャンプっていう音楽番組に出させてもらって、そこから、私のことを知ってくださる方がすごく増えたんですけど、そのまま、高校サッカーの応援会やらせてもらったりとかして全国ツアー決まってたりとか、その時も各地方のスタジアム回ったり自分のモールツアーとかもいろいろやってたんですけど、全国ツアーなくなっちゃって、こっから20歳くらいまでの人生設計できたわみたいな思ってた時に、コロナが来ちゃって、私はほぼ SNS を当時やっていなくて、みんなが開けてくれた TikTok が私を知ってもらうきっかけになっていただけで、特に私自身はライブをしているだけだったので、ライブアーティストになりたかったっていうのもあるんですけど、ライブしかしてなかったから、なんか自分の居場所みたいなのが全部なくなっちゃった感じもあったし、もちろんライブもできないから見てもらえる人たちもやっぱり減っちゃったりとかして、やっぱすごい自分の中では人生で一番、短いけどまだ短い人生の中ではそこが一番大変だったかなって思います。でもなんかそんなマイナスに捉えてないかも今は。
あのままうまくいってたら私多分調子乗っちゃってたと思うし、16、17でなんか一回追っといてもらえてよかったなって今では思います。やっぱ番組出たのと高校サッカー教好きの応援歌主題歌やらせてもらったのが一番でかかったかなと思います。なんかそうだね。もちろん毎日、いやなんか私すごい毎日4時間5時間ぐらい歌の練習しないと怒られてたんで、涙出てきた怒られてたから、なんか番組出た時もそこまでなんかいや嬉しいっていうより、いややってきたしなみたいなのは思ってたかもしれない。なんか成功っていうよりかはやればやった分だけついてくるんだなみたいなって思ったのが大きかったかなと思います。できたことっていうよりかはそれにリアクションをくれるリスナーの人たちがいたってことが一番やっぱ成功体験、大切なものになったかなと思います。配信見終わったからかもしれないけど、一人パフォーマンスの時はなんかすごい印象に残ってるなって思います。審査される側になることが今まであんまりなかったから、どっちかというと歌は審査されるものじゃなくて、みんなのこう日常にどんだけ何かを与えれるかだったり、自分が得られるか、パワーを渡せるかみたいな渡せるかみたいな、そういうのでずっと音楽と向き合ってたので、すんごい違う緊張感があって結構忘れられない日になったかなって思います。他のメンバーから刺激か。まあでもある意味すごい毎日刺激をもらってるなって思います。やっぱり同世代の女の子たちとお仕事をする機会って私はすごく少なかったので、まあ学校もほとんど行けてなかったっていうのもあるかもしれないけど、なんかすごい青春感があっていいなと思います。なんだろう。でもまだまだかもしれないですね。毎日やってるんだから日々成長はしてるんだと思うんですけど、目に見えた成長は私的には今ないので、もっと頑張りたいなというふうに思います。ファッションは大事ですファッションはやっぱ中身の一番外見だと思ってるので、カルチャーもそうだし、ブランドのことをよく分かりながらコーデを組むようにしてます。めっちゃ簡単に言うと LA のキャップかぶってんのにニューヨークの T シャツ着ないとか、なんかそういうのは意識してます。ビジュアルは太ったら痩せる以上ですよく言われるんですよ、完璧主義者とかストイックとか。でもどっちもあるんだと思う。みんなから見えてる自分と自分の思ってる自分は真逆なようでどこか重なってるような感じがするから、真面目とか完璧主義とかストイックとかみんなから見えてる部分も本当の私だし、自分的には意外と甘えん坊だしなんだろうね、すごいハッピーな人間だと思います。オーディション期間中だからピリピリした空気をあえて出してるっていうのももちろんあるんだけど、普段こう一緒にお仕事をするメンツとかはでも私のことをハッピーな人間だなと思っていると思います。なんかやっぱり一人ではできないことしたいなって思いますね。それが何なのかと言われると分かんないけど、武道館行くとかツアーするとか、なんかそういうのはもちろんしたいなと思うんだけど、そのメンバーだからできたこととか、そのメンバーじゃないとできなかったことができてたらいいなって思います。それはこれから見つけていきたいなって思います。皆さんいつも応援ありがとうございます。そして多分初めて私のことを知ってくださった方もたくさんいると思います。なんかオーディション番組って変な感じだと思うんですよ。なんか他のアーティストと比べてもっと内側の部分が見れたり、そういう過程が見れたりってなんかあんまり
ない最近は多いかもしれないけど昔だったらあんまりなかったことだと思うので、なんかそういう部分も知ってもっと好きになってもらえたらなと思うし、みんなからいただく愛を何倍にもして私たちが音楽で返していけたらなと思うので、大変なこといっぱいあると思うんですけど、ちょっとでも日常に私たちが日常を照らせるような存在になれたらいいなと思うので、皆さんぜひこの番組を楽しんで、そして私たちの応援もよろしくお願いします。